こんにちは。今日はとても温かなポンチョを作っていきます。シンプルなんですが、増し目の仕方が独特でとても可愛いので、よかったら作ってみてください。使用する糸はダイソーさんのフラッフィーのオフホワイト。使用かぎ針の目安は7号。40g で約123メートル入っています。こちらも同じくダイソーさんのエアタッチスフレオフホワイトで 30g で約200メートル入っています。使用かぎ針の目安は5号。今回はこれを2本一緒にしてこんな感じで編んでいきたいと思います。針は10号と9号を使います。襟だけ9号で編んで、他は10号で編んでいきます。あとはハサミととじ針とマーカーを使います。まず襟から編んでいきます。ここから始めて往復編みで長方形を作ります。で、この縦も横も好きな長さで大丈夫です。で、今回私は鎖24個、長さは約16センチで、横は76段、長さはギュッと伸ばした状態で60センチ。これは頭が通るぐらいにしておきます。で、これをつないで輪にして増し目をしていきます。4箇所で増し目をします。なのでこの長さは好みでいいんですが、段数は4の倍数にします。ここは変わらず1段。ここで数を変えます。数を増減させて好みの大きさにします。なので4の倍数にします。4の倍数であればいくつでも大丈夫です。これを作っていきます。細い方の針を使います。鎖を24目。で、今回私は2つ折りにしようかなと思って24目にしました。折らない場合はもっと短くても大丈夫だと思います。好みの長さにしてください。24目で編んでいきます。鎖編みが終わったら次は細編みをします。細編みをするので鎖をもう一つ。一つ戻って二つ目に細編み。針を入れるのはこの一番上の糸の下で細編み。次も同じように次もこのまま端まで編んでいきます。
端まで編んできました。次は2段目、鎖を1つ裏返します。鎖の根元の細編みに細編み、普段はこの2本の糸の下に針を入れるんですが、今回は向こう側1本だけをすくいます。上から見て2本あるうちの向こう側1本で細編み、次も同じように2本あるうちの向こう側、次もこのまま端まで編んでいきます。2段目の終わりの方まで来ました。端の細編みにも忘れずに細編みをします。これで2段目が終わりました。次は3段目、鎖を1つ、2段目と全く同じように編んでいきます。端の細編みに細編み、このまま端まで編んで、また立ち上がって往復編みで76段編んでいきます。76段編んできました。糸玉につながっている方を手前にして半分に折っています。これをつないで輪にします。まず鎖を1つ、これはちょっと小さくします。で、こっちとこっちを合わせていくんですが、こっちは今までと同じように2本あるうちの向こう側1本をすくいます。端の向こうはここちょっと分かりにくいんですが、ここに針を入れて引き抜き編みをしていきます。引き抜いて引き抜いて引き抜いて、次も同じようにこれを繰り返していきます。端まで同じように編んでいきます。端まで終わりました。次は鎖を1つ、これを裏返します。で、この縁を細編みで1周します。
で今糸の出ているところに細編みを1つ、次はこの盛り上がっているところ、次はくぼんでいるところ、次は盛り上がっているところ、次はくぼんでいるところ、これで一周します。一周してきたら最初の細編みに引き抜きます。もう一周細編みを編んでいきます。次は長編みを編んでいきます。針を太い方に変えます。鎖を3つ、隣に長編み、次も長編み、このまま長編みで一周します。長編みで一周してきました。最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで長編みの1周目が終わりました。次は増し目をする位置にマーカーをつけます。で今糸が出ているところが1つ目、次は18飛んで次のマーカー、マーカーとマーカーの間が18、マーカーの次から数えます。これで18、18の次にマーカー、次もマーカーの次から数えます。で次もマーカーの次から数えて、でこのマーカーとマーカーの間はここも18、一つ目のマーカーのところから始めます。まず鎖を3つ、1、2、3、鎖の下の鎖の後ろを通って糸を引き上げます。これを長々編みでします。鎖の下の鎖の後ろで長々編みでするので2回絡めて
後ろ、4本あるうちの2本から引き抜いて、また2本から引き抜いて、もう一度。これで鎖3つと長々編み。次からは長編みをしていきます。今引き上げた隣の長編みから長編み。次も長編み。次もこのまま次のマーカーの手前まで編んでいきます。2番目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのついた長編みの後ろを通って引き上げ編みをします。マーカーのついた長編み、また長々編みでします。で、このマーカーはまだつけたままにしておきます。長々編み、2本2本、これで長々編み。次は長編み。マーカーのところに長編みをします。この長々編みの影になっています。ここに長編み、これで長々編みと長編み。次は長々編み。同じところに引き上げ編みをします。で、同じところ、これで長々編みと長編みと長々編み。これが増し目になります。次からは長編み。今引き上げた隣の長編みから長編みを編んでいきます。また次のマーカーの手前まで編んでいきます。3つ目のマーカーのところまで来ました。さっきと同じように増し目をしていきます。マーカーのついている長編みの後ろを通って長々編みをします。長編みの後ろ、次は長編み。マーカーのついたところ、次は長々編み。同じところ、
これで長々編み、長編み、長々編みで、隣に長編み、このまま次のマーカーのところまで編んで、また増し目をしてスタートしたところまで戻っていきます。スタート地点まで戻ってきました。はじめに編んだ引き上げ編みと同じところにもう一度引き上げ編み、長々編みでします。次は鎖の下から3つ目に引き抜きます。1、2、3。これで長編みの2周目が終わりました。次は3周目。鎖を3つ。下の鎖の後ろを通って引き上げ編み、長々編みでします。次は下の長々編みの上に長編み、これで鎖と長々編みと長編み、長編みを続けていきます。このまま次の増し目のところまで長編みを続けます。次の増し目のところまで来ました。長々編みには長編み、次の長編みには引き上げ編み、でこの長編みに長編み、この影になっています。ここに長編み、これで長々編みと長編み、もう一度長々編み、同じところにこれで長々編みと長編みと長々編み、次は長々編みの上に長編み、次も長編み、このまま次の増し目のところまで編んでいきます。3つ目の増し目のところまで来ました。さっきと同じように編んでいきます。長々編みに長編み、次は引き上げ編み、
長編みの上に長編み、また引き上げ編み、で長々編みの上に長編み、で次も同じように増し目をします。でぐるっと編んでいてスタート地点まで戻っていきます。スタート地点まで戻ってきました。長々編みの上には長編み、次は引き上げ編み、同じところに引き上げ編み、で鎖の下から3つ目、これで長編みの3周目が終わりました。この3周目をずっと繰り返していきます。で好みの長さになるまで編んでいきます。で同じなんですが、一応始まり方だけやっていきます。鎖を3つで引き上げ編み、鎖の後ろ、これで鎖と長々編み、次は下の長々編みに長編み、で次からも長編み、これで一周したらまたさっきと同じように引き上げ編みをします。でこれを繰り返していきます。長編みを編んできました。37段、長さはこの細編みの下から測って約52センチで、斜めのラインは約60センチで、これはちょっと長めにしました。好みで長さを変えてください。次は縁を細編みで編んでいきます。最後に細編みをします。まず鎖を1つ、根元に細編み、もう一つ同じところに細編み、これで細編みが2つ、角のところだけ細編みを2つにします。他は1つに1つずつ。次は細編みを1つ、次も1つ、このまま次の角まで細編みを続けます。次の角まで来ました。長々編みに細編みを1つ、長編みに細編みを2つ、次からは1つずつ細編みを編んでいきます。長々編みの上に細編み、これで一周します。ぐるっと編んできました。最後の長々編みに
細編みを1つ、ここで糸を切ってとじ針で始末します。で、最初の細編みの頭に針を入れます。2つあるうちの1つ目で、元の細編みの上から針を入れて後ろに出します。で、後ろで糸端を隠します。で、ここにこれで出来上がりました。サイズを測ってきました。襟は 16.5 センチ、首から下は52センチ、この斜めのラインは60センチ。とてもシンプルなんですが、この襟のボリュームとこの増し目とでとても可愛く出来上がりました。最後までご視聴ありがとうございました。